匠公式チャンネルたくみんと山優の車知識講座第4回エンジンオイルの選び方。オイル選びの工夫。ただいま出荷に行ってきたよ。やっぱりお客様のところに匠をお届けするのは楽しいよ。よかったわね。お届けする在庫があって、もし在庫を切らしたらあんたを製品化するからね。在庫を切らしちゃダメよ。わかってるよ。可能な限り早く正確にお届けできるように在庫にはいつも気をつけているよ。それじゃあ前回の続きでエンジンオイルの選び方に工夫が必要ってあったじゃない。あの話の続きをしなさいよ。わかったよ。じゃあ今日は前回の続きで適正なエンジンオイルの選び方について話をしていくよ。前回までの話ではエンジンの違いによって最適なオイル粘度が決まっていて、硬いオイルから柔らかいオイルまであるってことだったよね。そして基本的には車に付属している取扱説明書にあるメーカー推奨オイル粘度を選ぶことがベースになるんだったよね。そうだけど車好きほどオイル選びに迷うのよね。そうなんだ。メーカーさんは基本的に普通の乗り方を想定してエンジンもエンジンオイルも作っているんだ。だけど僕たち車好きは普通に乗らない人も多いからちょっと工夫する必要があるんだよ。普通に乗らないって何よ。じゃあここでは普通でないケースとして3つの例を挙げて説明するよ。1、エンジンの改造でパワーアップ。2、サーキット走行に参加。3、走行距離が伸びている車。1は例えば車をより速くするためのエンジンやターボチューニングをしたりするよね。この場合はエンジンパワーの上昇とともにエンジン内部の圧力や各パーツに加わる負荷も大きくなって発生する熱量も増えるんだ。だからメーカーさんは想定するよりもより高性能なエンジンオイルを使う必要が出てくるんだ。それから2、サーキット走行を行う場合はエンジンが改造されていないとしても高回転高負荷状態で長時間走行しているとやっぱりエンジン内部は過酷な環境になっているんだよ。高速道路もスピード出るけど高速道路は法定速度の範囲ならエンジン回転数も一定だしラジエーターにもよく風が当たってきちんと冷却されるから負荷は少なめだよ。つまり改造やサーキット走行なんかでエンジンに想定以上の負荷が加わる場合はオイルに工夫が必要ってことね。他にも工夫が必要な場合ってあるの？あとは3、車の走行距離が10万 km を超えてくるとエンジン内部の稼働する金属パーツがわずかに摩耗してしまって各部のパーツクリアランスが大きくなる場合があるんだ。そうなるとその隙間をオイルが通り抜けてしまって燃焼室に入って燃えたりするんだよ。エンジンオイルが燃えると排気ガスが白くなるからすぐにわかるよ。ちなみにカムシャフトとつながるバルブ側からオイルが燃焼室に漏れることをオイル下がりって言って、ピストンリングの隙間からオイルが燃焼室に入ってしまうことをオイル上がりって言うんだ。そうなの。オイル上がりとかオイル下がりってあんたの気分かと思ってたわ。それで結局オイルをどう選べばいいのよ。早く教えなさいよ。そうだね。結論から言うと基本的にオイルは硬くする方向なんだ。オイルの硬さ、粘度については前回も話したけど ○W、バツバツのように表示するんだ。例えば 5W、30みたいにね。この W はウィンターグレードといってエンジンが温まっていない時のオイルの硬さを示していて数値が小さいほど柔らかく大きいほど硬いオイルになるよ。後ろの30という数値はエンジンが温まった後の 100°C の時のオイルの硬さを示しているよ。オイル選びで大事なのはどちらかというと 100°C の時のオイルの硬さなんだ。走行している時のオイルの硬さになるからね。オイルはエンジンからの熱を吸収して柔らかくなるんだけどエンジンパワーを上げて想定以上の熱をオイルに吸収させてしまうとオイルも想定以上に柔らかくなってしまって本来の役割を果たせなくなるんだよ。だから少しオイルの粘度を硬くして適正なオイルの硬さを維持できるように調整してあげるんだ。サーキット走行も同じでタコメーターでレッドゾーン近くで走り続けることはエンジンがノーマルであってもやっぱりオイルにかかる負荷はすごく大きくなるんだ。そうなのね。なんとなくイメージできたわ。でもさ、どれくらい硬くすればいいかってまだわからないわよ。そうだね。じゃあその答えは次回の動画で。何よ、また引っ張るの？